特攻隊に捧ぐ坂口安吾。数百万の血を捧げたこの戦争に我々の心を真に高めてくれるような本当の美談が少ないということは何としても切ないことだ。それは一つに軍部の指導方針がその根本において、例えばお母さんと叫んで死ぬ兵隊に是が非でも天皇陛下万歳と叫ばせようというような非人間的なものであるから、真に人間の魂に訴える美しい話が乏しいのは仕方がないことであろう。けれども敗戦の挙句が軍の責役が暴かれるのは当然として、戦争に絡まる何事をも悪い方へ悪い方へと解釈するのは決して健全なことではない。例えば戦争中は釉薬五穀の花と散った特攻隊員が、敗戦後はもっぱら死にたくない特攻隊員で、近頃では純国の特攻隊など一向に流行らなくなってしまったが、こう一方的に偏るのはいつの世も廃すべきで、自己自ら愚弄することに他ならない。もとより死にたくないのは人の本能で、自殺ですら多くは生きるためのあがきの変形であり、死にたい兵隊のあろうはずはないけれども、若者の胸に純国の情熱というものが存在し、死にたくない本能と格闘しつつ、市場に散った尊厳を敬い、愛す心を忘れてはならないだろう。我々はこの戦争の中から敵役の泥沼を暴き、天日にさらし、星乾かして正体を見破り、自制とまた明日の建設の足場とすることが必要であるが、同時に戦争の中から真実の花を探して、密かに我が部屋を飾り、明日の日により美しい花を求め、花咲かせる努力と希望を失ってはならないだろう。私は大体先方としても特攻隊というものが好きであった。人は特攻隊を残酷だというが、残酷なのは戦争自体で、戦争となった以上はあらゆる知の豊作を傾けて戦う以外に仕方がない。特攻隊よりもはるかに惨めで、あの平野、あの海辺、あのジャングルに、まるで泥人形のようにバタバタ死んだ数百万の兵隊があるのだ。戦争は呪うべし、憎むべし、再び犯すべからず。その戦争の中で、しかし特攻隊はともかく可憐な花であったと私は思う。先方としても日本としては上々のものだった。桁の違う工業力でまともに戦えるはずはないので、追い詰められて窮地の策でやるような無計画なことをせず、戦争の初めから航空工業を特攻専門に切り替えて、重爆などは作らぬやり方で片道飛行専門に組織を立てて立案すれば、工業力の優劣を相当補うことができたと思う。人の子を死へ駆り立てることは恐るべき罪悪であるが、これも戦争である以上は死ぬるは同じ、やむを得ぬ。日本軍の作戦の幼稚さは言語道断で、工業力と作戦との結び方すら組織的に計画されてはおらず、有力なる新兵器もなく、ともかく最も独創的な新兵器といえば、それが特攻隊であった。特攻隊は兵隊ではなく兵器である。工業力を補うための最も簡便な工程の操縦機であり、兵器であった。私は文学者であり、生まれついての懐疑家であり、人間を人生に死に至るまで疑い続けるものであるが、しかし特攻隊員の信条だけは疑らぬ方がいいと思っている。なぜなら、疑ったところでたかが知れており、分かりきっているからだ。要するに、死にたくない本能との格闘、それだけのことだ。疑るな。そっとしておけ。そして、卑怯だの、めめしいだの、またはあべこべに人間的であったなどと言うなかれ。彼らは自ら爆弾となって敵艦にぶつかった。いな、その大部分が途中で撃ち落とされてしまったであろうけれども、敵艦に突入したその何機かを彼ら全部の名誉ある姿と見てやりたい。母も思ったであろう。恋人の幻も見たであろう。自ら飛び散る火の粉となり、火の粉の中には彼らの20何歳かの悲しい歴史が花咲き消えた。彼らは基地では酒飲みで、ごろつきで、博打打ちで、女たらしであったかもしれぬ。やむを得ぬ。死に向かって歩むのだもの。成人ならぬ20歳前後の若者が酒を飲まずにいられようか。
せめても女と時の間の火遊びをせずにいられようか。ごろつきで、博打打ちで、死を恐れ、生に連々とし、世の誰よりも連々とし、けれども彼らは愛国の詩人であった。命を人に捧げる者を詩人という。歌う必要はないのである。詩人純愛なりといえ、迷わずに命を捧げうるはずはない。そんな化け物はありえない。その迷う姿を暴いて何になるのさ。何かの役に立つのかね。我々愚かな人間も、時にはかかる思考の姿に達しうるということ、それを必死に愛し、守ろうではないか。軍部の欺瞞とからくりに操られた人形の姿であったとしても、死と戦い、国に命を捧げた苦悩と完結は、なんで人形であるものか。私は無償の行為というものを最高の人の姿と見るのであるが、日本流には紛れもなく九段の滅私方向で、戦争中は合言葉に至極簡単に言い捨てていたが、こんなことが100万人の一人もできるものではないのである。他のために命を捨てる。戦争は凡人を買って至極簡単に奇跡を行わせた。私はしかし、いささか美に枠的しているのである。そして根底的な過失を犯している。私はそれに気づいているのだ。戦争が奇跡を行ったという表現は、憎むべき欺瞞の言葉で、奇跡の正体は国のために命を捨てることを強要したというところにある。奇跡でも何でもない。無理強いに強要されたのだ。これは戦争の性格だ。その戦争に自由はない。仮に作戦の許す最大限の自由を許したにしても、戦争は真実の自由はなく、所詮兵隊は人間ではなく人形なのだ。人間が戦争を呪うのは当然だ。呪わぬ者は人間ではない。いやおうなく命を強要される。私は無償の行為と言ったが、それが至高の人の姿であるにしても、多くの人はむしろ平凡を愛しており、小さな家庭の小さな平和を愛しているのだ。かかる人間を強要して体当たりをさせる。暴力の極みであり、私とて最大の怒りをもってこれを呪うものである。そして、おそらく大部分の兵隊が戦争を呪ったに決まっている。けれど私は、強要せられたことを一応忘れる考えも必要だと思っている。なぜなら、彼らは強要せられた人間ではなく人形として、いやおうなく強要せられた。だが、その次に始まったのは、彼個人の鮮絶な死との格闘、人間の苦悩で、強要によってそれは起こりはしたが、燃焼はそれ自体であり、強要と切り離して、それ自体として見ることも可能だという考えである。否、私はむしろ切り離して、それ自体として見ることが正当で、格闘の挙句の純国の情熱を最大の賛美をもって敬愛したいと思うのだ。強要せられたる結果とはいえ、凡人もまた、かかる崇高な偉大な成就をしうるということは、大きな希望ではないか、大いなる光ではないか。平和なる時代において、かかる人の子の思考の苦悩と情熱が花咲きうるという希望は、日本を、世界を明るくする。ことさらに無益なケチをつけ、悪い方へと解釈したがることは有害だ。美しいものの真実の発芽は必死に守り、育てねばならぬ。私は戦争を最も呪う。だが特攻隊を永遠に賛美する。その人間の王能苦悶と、かくて国のため、人のために捧げられた命に対して。先頃、浅草の本願寺高で、不老者の救護に挺身し、不老者の警護を一身に集めて、警護所の所長に押されていた学生が発信チフスのために殉職したという話を聞いた。私のごとく、非少な大人が打足する言葉は不要であろう。私の非少さにもかかわらず、偉大なる魂は実在する。私は、それを信じうるだけで幸せだと思う。青年諸君よ、この戦争は馬鹿げた茶番に過ぎず、そして戦争は永遠に呪うべきものであるが、かつて諸子の胸に宿った愛国純国の情熱が決して間違ったものではないことに最大の自信を持ってほしい。要求せられた純国の情熱を自発的な人間自らの生き方の中に見出すことが不可能であろうか。それを思う私が間違っているのであろうか。